私は予定の前日が一番乗り気じゃない女の子。この子は梅、あまり親しくない人からの誘いを笑顔でうやむやにする女の子。この子は美香、予定を決める際の主導権を絶対に握りたい女の子。そんなうちらは梅田バースのユーザーを増やすべく新戦略を練るためにユニバーさんに行くことになったんやけど、あらちゃん来るかな。行けたら行くわって言うてたけど、それ絶対けえへんやつやん。でもユニバーサン行こうやって言い出したのあらちゃんやで。梅、関西人の行けたら行くわとアイドルのモテないですでは信じたら痛い目見るで。あらちゃんや、あらちゃいや来るんかい。来たらあかんかった？ん。あ、いや、行けたら行くわって返事やったから来やんのかなって心配してたんよ。なめてもらったら困るな。行けたら行く言うたからには行けるんやったら行かんと。はっきり返事してくれんとユニバーさんは困るやろ。3人で待ち列並ぶんと2人で並ぶんは心構えがちゃうで。ミカちゃん来てくれたのにそんなこと言ったらあかんで。3人で来れて嬉しい。楽しもう。なんで私が悪いみたいになってんねん。結局今日はあら来るん？行けたら行く言うてたけど。またかい。梅、関西人の行けたら行くわと政治家の記憶にございませんは信じたら痛い目見るで。あ、また映画行こいや来るんかい。どういうことやねん。うや。なんで怒ってんのよ。行けたら行くってちゃんと言うたやん。ミカちゃんあかんよ。あらちゃんせっかく約束通り来てくれたのに。やっぱり私が悪い流れなん？なんかものすごい納得いかん。カフェでテスト勉強しようって言うてたけど、あらちゃん来やんね。行けたら行こうとは言うてたけど。最近らしくないと思っとったけどついに本性を表しよったな。梅、関西人の行けたら行くわとマッチングアプリで職業医者って書いてる男は信じたらあかんねん。夢見るのもええ加減にせよ。ミカちゃん最近なんか嫌なことでもあったん？私でよかったら相談に乗るよ。お待たせ。さ、勉強しようやい。あらちゃん待っとったよ。今日も来てくれてありがとうね。そんなバカな。くそ、また梅田ダンジョンで道に迷ってしもた。一体うちらはどこにおるんや。このままやとうちらこの場所で一生を終えてまう。ミカちゃん今あらちゃんに助けてってしたんやけど。なんか返信あったか？行けたら行くって。それはもう逆に来んやつやろ。プラグ立てまくって逆張りの期待をさせて結局けえへんやつやん。でももしも本当に来てくれたら。ミカ、梅、無事か？あらちゃん絶対来てくれるって信じてた。怖かったな。安心し、うちが来たからにはもう大丈夫や。今まですまんかった。ほんまにすまんかった。分かってくれたんならそれでええんや。あらちゃんねえ、出口はどこ？私はミカ。どんな些細な勝負事でも絶対に手を抜かない負けず嫌いな女の子。この子は梅、負けず嫌いに憧れを抱き、とりあえず負けた時は懸命に悔しがろうと努力をする女の子。この子はあら、負けると察知した勝負を回避することで勝率 100% を維持する女の子。今日は我が校の体育祭、開会式も終わり、ついに戦いの火蓋が切られるのであった。プログラム1番チーム対抗騎馬戦です。私騎馬戦ってやったことないんですよね。いつも一人余っちゃって。大丈夫、今日はうちらがいるから。しかもうちの学校の騎馬戦は一味ちゃうで。それでは校長チームと教頭チームに分かれてください。校長チームと教頭チーム？私たちの学校は毎年教頭先生が校長の座をかけて騎馬戦で勝負を挑むのが習わしなんよ。自身の地位と名誉のために生徒たちを稼働させるなんて教育者としてあるまじき行為な気がするんですが。よっしゃ、今年こそは教頭を勝たせたるで。タリムちゃんしっかり捕まっててな。ほな行くで。激しすぎません？敵将が全く見えん。こらラッチがあかんわ。こうなったら弓道部構え放て。いや、弓打ち込むのはさすがにルール違反じゃ。本当の戦場じゃないんですから。教頭チーム、ここで嫌な雨を降らせる猛攻だが、しかし探偵王者の校長チームも負けていません。前線で剣道部とラグビー部が猛威を振るっている。あかん、ややおさら気味や。ここは第二の矢を放つしかないわ。水泳部放水開始や。今度は水泳部がホースを使っての水攻めだ。次々と校長チームが蹴散らされていく。ミカちゃん、奪った隙にこっちの陣営のお弁当が校長チームに盗まれてる。なんやて。表
兵糧攻めとはこしゃくな。ここで校長チーム意表をついての兵糧攻めだ。そっちがその気ならこっちは心理攻めで対抗するまでや。全校集会での校長の挨拶ように長いしつまらんよな。そんなこと言ったらあかんよ。あれでも精一杯小ボケを挟んで若者に寄り添おうと努力してるんやから。そもそも関西人やのにつまらんことが重罪なんよ。これは聞いている。みるみるうちに校長チームの士気が下がっていく。これ一味違うどころか全くの別競技ですよね。騎手である私が何も戦力になってないんですけど。瀕死状態の校長チーム。なんだ。おっとこれは教頭と保健室の先生ができているとの情報が発動。これが権力を持つ者の方針の力だというのか。そんな噂程度の話誰が信じるんよ。そうやで、証拠もなしに言いがかりやろ。ミカちゃん、アラちゃん、あかん。チームに決定的な証拠を取られてる。大丈夫や。教頭も保健室の先生もお互いに独身。二人とも堂々としたったらええんや。恐ろしい。プライベートまでさらされて、これこそが真の騎馬戦だというの。おっとここで教頭が決意の眼差しで保健の先生のもとへ駆け寄っているぞ。これは公開プロポーズだ。今保健の先生が笑顔の OK ポーズ。そしてそれを見た相撲部が祝福の猛烈プレス。恋は盲目だ。いけ、その調子や。全員検証したれ。今年は教頭チームが優勢。このまま押し切るのか。教頭チーム前線部隊校長の首打ち取った。嘘でしょ。本当に校長の首を。じゃあ今年はちょっとやりすぎたかもしれんな。逆に今までこうならなかったことが不思議で仕方ないんですけど。私の名前は梅。一番大事な場面で魔法の呪文を噛んでしまいがちな女の子。この子はミカちゃん。魔法の呪文を噛まないようにと日夜お風呂場で発声練習を繰り返してる影の努力家。この子はアラちゃん。呪文を噛んでもお構いなし。なんとなくの雰囲気と大声の力技でごまかす大雑把ガール。そんな私たちがこの世の平和を守るために敵の元へと向かおうとしたんやけど、そろそろ敵が出没する場所に向かった方がええ時間やね。別に行かんでええんちゃうの。せやで、行かなあかんという義務があるわけでもないんやから。義務ではないかもしれんけど、行かな戦えへんよ。戦わなあかん。魔法少女として生まれたからにはその宿命を背負っていることは重々承知やん。でもな、女としてのプライドを捨ててええんかって話なんよ。ちょっと言ってる意味がわからんのやけど。梅ちゃんはまだ気づいてへんかもしれんけど、今うちらは都合のいい女扱いされとる現状なんやで。都合のいい女？どういうこと？これまでの私らと敵の歴史を思い返してみて。戦うために敵の元へ向かわなという空気を指して気遣いの元で自主的に現場に向かおうとしてたやろ。まあ一度も現地にはたどり着けてへんけどな。つまりこれはうちらの優しさの上で成り立っとった構図なんよ。その優しさにあぐらをかいて来てもらうことが当たり前みたくなってしまってたんやな。言い換えてみたらこういうことや。高校卒業と同時に彼は東京の大学へと進学。彼女は地元の田舎町に残って小さな会社の事務員として就職。1ヶ月に一度は会うんやけど、彼は勉強が忙しいの一点張りで毎回決まって彼女が東京へと出向くんよ。どう？今のうちらこのシステムと全く同じやで。その真実に気づいてゾッとしたわ。確かに都合のいい女やな。しかもあいつこないだ最低なこと言ったんやで。待つのに痺れを切らしたんか唐突に電話かけてきて、まだ来ないのって言うもんやから、そんなに戦いたいんならそっちから来たらええやんって言い返してやったんや。そしたら前に戦ってた魔法少女は毎回来てくれたで。やって前の女と比べるとか一番やったらあかんやつやな。絶対こいつモテへんやろなと思ったわ。なるほどな。その話を聞いて私もいかんという結論に至ったわ。あいつの話してたらなんかイライラしてきたな。ストレス発散がてらにカラオケでも行かへん？賛成。また誰かが噂しとるわ。人気者は辛いで。